展示ははい、どうも店長です。今回のオープニングはどうでしょうか。いつもと雰囲気が違ってましたね。今日はですね、県北のサーフにカレーを連れに来ました。水温の方は8度。だいたい県内はこの水温ですね。毎年この時期にはこの辺りでカレー釣りをします。産卵のために接岸している個体を狙っていきます。今季初の兆候なので釣れるかどうか心配です。仕掛けはご覧のように市販の投げ釣り用を使います。シーズン初回の釣りなので針は小さくして様子を伺います。ここにいる個体がどういうものかっていうのが分かると針のサイズをどんどん上げていくようになります。どうしても餌をいっぱいつけた方が釣れるかなというのが私の考えです。仕掛けの方もいろんなタイプがありますね。天秤に使うタイプとか、ご覧の誘導仕掛けっていうのもありますけども、これも場所場所に応じて釣れるもの、実績があるものっていうのがあります。ここのポイントはこの誘導仕掛けがいいですね。で、ここは潮が速いので重りもこういった流されにくいものを使っていきます。で、飛距離も稼ぎたかったので今回はこの三角のやつを使っていきます。で、餌は青磯目を使用します。今回は500円のパックを2つ買いました。竿4本かける針2本、これでですねだいたい半日持つ計算になりますね。状況に応じて餌の付け方も1匹丸々つけたりとかですね、いろいろ工夫して行っています。で、餌の準備ができましたら実際に投げていきます。今回は複数の竿があるので、1本は遠く、1本は真ん中、1本は手前のようにですね、広範囲にわたって仕掛けを投入していくのがいいと思います。ですね、投げまして、重りの着底を待ちます。で、着底しましたら糸付けを取っていきますね。まだ着底しませんか？着底したら糸付けを取って竿立ての方にかけて待つというのを竿の分繰り返して、準備 OK という形になります。で、準備ができましたら、あとは待つという感じになりますね。で、この待ち方にもですねいろんな流派があります。一つはですね投げたら、時間が来るまで当たりが来るまでもう絶対に動かさないというやり方で、もう一つがですね磯目が餌がですねこう歩くようなスピードでゆっくりゆっくり引いてくる、引きながら引いてくるっていうやり方で、もう一つはその複合技というかですね、引いたり止めたり引いたり止めたりを繰り返すようなやり方ですね。で、私はですねここ初めてじゃないのでどういった地形かっていうのは把握してるんですが、初めてやるときは、投げてゆっくり引いてきて、どこに何があるかっていうのを数回繰り返して、ポイントを絞っていくというような釣り方をしています。その時に船道とかですね仕掛けが急に重くなるようなところがあると、そこが駆け上がりという一番魚が釣れやすい場所なので、そういうのを見つけていく楽しみっていうのもありますね。そこにずっと待ってると釣れる確率が格段に上がると私は考えてます。さあ、じゃあちょっと聞いてみますよ。よいしょ。重いという感じでですね魚がかかるのが分かるという感じです。で、実際当たりとかなかったんですよね。もう多分これ彼はですね針をもう飲み込んじゃってるので、どういった引き方をしても、ほぼほぼ抜けないという感じですね。ただここの地形手前がかなり浅くなってるので、そこの海藻とかに引っかかると外れちゃったりとかするので、そこだけ注意ですね。ささっと巻いて、いくというのが大事です。さあ、どうでしょうか。いきますか。魚見えましたよ。
立派なマコガレじゃないですか。これ45センチで、もう身もプリップリに厚いやつでしたね。この辺の釣りで面白いのが1週間ごとにですね、だんだんカレイの厚さが変わってくるんですね。だんだんこう身が厚くなってくるんですよ、そういうのを見るっていうのもなかなか面白いですね。でですね、結構針を飲ませることが多いので、皆さんカレイを釣る方はですね、自分オリジナルの針外しっていうのを持ってます。自作で作ってらっしゃるんですね。で、私は市販のやつを使ってるんですが、忘れてきました。話は変わりますけども、この日実は朝から雪がちらついてまして、釣りに行くかどうか非常に迷ったんですが、ちょっと来てみて、実際ここに来てみたら、天気も回復して、来てよかったなと思いましたね。ということで、先ほどからこう出てるタイムラプスのようなですね、動画も撮ってみました。流れる雲っていうのは綺麗ですよね。ちなみにこの波の音はですね、別撮りで、PCM 録音しています。で、横にちらっと見えるんですけど、レコーダーのウィンドジャマーが見えてます。でもね、やっぱ風が強かったせいでですね、やっぱノイズが入るので、本当にこう風の強い日の録音っていうか録画っていうのはね、難しいなと思います。まだまだ改善の余地があると思いますね。で、風といえば風が強い時の砂浜の釣りっていうのはですね、もうタックルボックスからもう竿からリールからもうみんな砂だらけになっちゃうんですよね。で、何年か前強風の中で、この日よりも風の強い日釣りしたんですが、もう帰ってきたらもうリールがジャリジャリになってまして、もう4台全部ばらしてオーバーホールしたっていうことをしたことがありますね。皆さんもですね、強い風のこの砂浜の釣りっていうのにはぜひ、注意してくださいね。またヒットしたみたいですね。これも先ほどと同じ竿、円筒した竿ですね。だいたい80から60ぐらいの、80から60メーターぐらいのところで多分かかってますね。やっぱこの日はですね、遠くが良かったですね。近くの竿には全く反応がない、もう海藻しか釣れなかったですね、近くの竿は。やっぱりその日その日で、いるところに投げていくっていう感じです。さあ、どうでしょうか。来ました。これも量計ですね。40センチ超えてます。で、ここで釣りするとですね、アベレージがこれぐらいなんですよね。手のひらサイズのカレイとかって、ほぼほぼ釣れない場所ですね。釣れればでかいという感じです。釣りの他にもですね、潮干狩りをしてる人がいたりとか、あと昆布とか海苔とか、そういうのをこう取ってる方とかもいらっしゃいますね。結構人も来ますのでね、いい場所に入れる確率はなかなかないんですけども、早起きするしかないかなと思います。はい、こっちにも来ましたね。これ今日持ってきたタックルの中で一番太いっていうか強いやつですね。糸もこれ何個ですかね、これね。P の4号とかついてんじゃないですか。何が釣るんですかねっていうやつですね。はい、これも量計です。いいですね。ということで、今年初のですね、カレイ釣りだったんですが、結果的に40センチオーバーのマコガレイが5枚釣れました。もう大満足の超過です。マコガレイは煮てよし、焼いてよし、そして何より刺身にしてよし、美味しい魚です。皆さんもぜひマコガレイ釣りしてみたらいかがでしょうか。本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。
じゃあまた。